皆さんこんにちは、こうやみです。今回はレジンの一番の特徴である透明感を生かした作品を作っていきます。まずは透明のレジン液を調色していきます。隠れ工房グリーンオーシャンオリジナル着色剤カラリーの103番を少量入れて着色していきます。こちらの103番はカラリーのジュエリーウォーターというシリーズなのですが、このジュエリーウォーターシリーズすごい透明感たっぷりのお色になります。色味の調整をしていきます。もう少しピンク味が欲しいので、こちらデコファクトリーさんのピンクを追加します。混ぜ合わせることができたら気泡処理をしていきます。気泡処理と難しいような言葉を使いましたが、気泡がなくなるまで放置するだけです。私が今回使ったこちら、私が工場さんとコラボさせていただいて開発したレジン液なのですが、こちらのレジン液は気泡抜けがすごいいいので、10分20分程度放置すれば自然と気泡が抜けてきます。気泡が抜けやすいレジン液だとこのように数十分から1時間程度、通常のレジン液だと半日程度、気泡抜けの遅いレジン液だと気泡が抜けるまで1日以上かかります。気泡抜けを待つのが嫌だ嫌だというか待てないという方は、エンボスヒーターなどを使ってレジン液を温めてあげると気泡抜けが良くなります。こんな感じで気泡が抜けたらモールドに流し入れていきます。いいピンク色になりましたね。かわいい。この指輪のモールドうまいこと作るとシャカシャカできそうじゃありませんか？今度作ってみようか指輪のモールドは注ぎ口が狭いので、面倒でもこのように一滴一滴入れていった方が綺麗に注ぐことができます。こんなもんでいいかな。もう一滴入れる？もうちょっと入れようか。レジン液を注ぎ込むときに気泡が入ることがあるので、もし気泡が入っていたらすくい取って、でパレットに戻してあげてください。口いっぱいまで注ぐことができたら硬化します。硬化することができたらモールドをひっくり返して裏側からもライトの光を照射します。両面しっかりと硬化することができたら、硬化熱が冷めるのを待ってからモールドからレジンを取り外します。すごい綺麗な指輪ができました。よし、じゃあこんな感じでドライフラワーの指輪も作っていきます。まずは指輪のモールドの半分の高さまで透明のレジン液を注ぎます。レジン液はスティックでいじると気泡ができやすいです。レジン液を全面に伸ばし広げるときはなるべく重力を使って伸ばし広げた方が気泡が入りにくいです。でそしたらこちらレジン液につけておいたドライフラワーを用意します。このレジン液につけていたドライフラワーを隙間に入れていきます。
なぜあらかじめレジン液にドライフラワーをつけていたのかというと、ドライフラワーは気泡がすごい出やすい封入パーツです。あらかじめこうやってレジン液につけておくことで気泡が出にくくなります。今回のドライフラワー、気泡がすごいね。で、ドライフラワーを入れることができたら気泡をすくっていきます。今回私は気泡抜けのいいレジン液を使っているので、ぷく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 と気泡が浮かび上がってきています。私と同じように気泡抜けのいいレジン液を使うか、気泡抜けのいいレジン液が手元にないという場合は、気泡が発生しにくいドライフラワーを使うというのも一つの手です。気泡が発生しにくいドライフラワーとはどのようなものなのかというと、立体的なドライフラワーは気泡ができやすいです。逆に平べったいドライフラワーは比較的気泡が発生しにくいです。なので気泡処理が苦手というあなたは平べったいドライフラワーを使ってあげると気泡を抜く手順を省くことができます。表面に浮かび上がってきた気泡をあらかた処理することができたら、このまましばらく放置して下の方に沈んでいる気泡が浮かび上がってくるのを待ちます。気泡が浮かび上がってきたので、こちらを処理してから硬化します。隙間に穴なしパールを詰め込んで、透明のレジン液を縁いっぱいまで注いでから硬化します。透明のレジン液を注ぐことができたら、余分なレジン液を綿棒で拭き取ってから硬化します。硬化することができたら、硬化熱が冷めてからモールドからレジンを取り外します。指輪のモールドを外すときは、この真ん中をキュッと押してから外してあげるとスポンと抜けます。うはー、かわいい。モールドから取り外すことができたら、こんな感じで指にはめて縁にレジン液をぷっくりと持っていきます。粘度の高いレジン液をせっせと持っていきます。最近なんかこういう細かい作業をしていると目がかすんできた気がして、拡大鏡を買おうかなと悩んでいます。硬化することができました。指が接していた面と側面にはレジン液を塗っていないので、やや曇りがあります。この曇りを解消するためにこちらノンワイプトップコートを塗っていきます。硬化することができたらひっくり返して裏面にも同じようにコーティングをしていきます。コーティングすることができたらすごいツヤっとしています。では硬化していきます。硬化することができました。
中心に塗ったコーティング剤は光が当たりにくいので効果不良を起こしている可能性があります。少し傾けてライトを照射してあげます。これとこれ、あとこんな感じとこんな感じ、4回角度を変えて光を照射していこうと思います。硬化することができました。そしたら完成です。入らない。私指が結構太い方なのですが、大きいサイズは人差し指、小さいサイズは小指にぴったりとはまりました。これは白背景の方が映えるかな。ちょっと背景変えます。うわー、すごいうるつやのかわいいリングができました。横から見るとすっごいかわいいです。指につけるとこんな感じ。すごい肌なじみがいいお色です。ドライフラワーを入れるとこうパキッとした色合いではなくて、少しこんな感じでくすんだ色合いになるので肌なじみがすごい良くなります。ピンクで作った方もかわいいね。うわー、すごいかわいいリングが作れるモールド。よければあなたも試してみてください。断面見ると少し残念な感じだけど、横にするとすごいかわいいです。